皆さんおはようございます。くまさんの YouTube 農業大学講師のくまさんです。今回から2回にわたって日本酒の歴史や文化について皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。まず皆さん、日本酒っていつ頃から飲まれていたかご存知でしょうか？なんとなく平安時代くらいには飲まれていたんじゃないかなと思いますよね。今日の講義を聞いていただければそうした疑問も解決しますので、ぜひ今日も一緒に勉強していきましょう。ということで、まず日本におけるお酒のルーツを探っていきたいと思います。考古学調査によると、日本では縄文時代の中期、これ紀元前4000年から3000年頃にあたるらしいんですが、この頃には山ぶどうなどの果実酒が飲まれていたことが明らかになっています。最初は貯蔵した果物や穀物が時間が経つうちに良い香りを放つようになったため、口にしてみたのがお酒の始まりだろうと言われています。そして随分時間が経過しますが、3世紀末に成立した中国の歴史書三国志魏志倭人伝には、倭人が酒をたしなみ祭礼の時に飲む風習があったと記載されています。また奈良時代初期の712年に成立した古事記には、水に溶かして柔らかくしたお米をよく噛んでお酒を作る口噛み酒があったと記載されています。口噛み酒聞いたことございますでしょうか？ちょっと前になりますが、映画「君の名は」で主人公が神様に捧げるお酒としてこの口噛み酒を作っていたので、ご記憶の方もいらっしゃるかもしれません。この口噛み酒、れっきとした日本酒なんですよ。そして前回一緒に学んだ日本酒作りのプロセスを知っていると、口噛み酒が理にかなった製造方法だということが分かってきます。現在の日本酒作りには、お米に含まれるでんぷんに麹菌が作用して糖に変えて、この糖に酵母が作用してアルコールに変える、これによって日本酒ができると説明いたしました。でも古代の世界では麹菌の存在が知られておらず、でんぷんを糖に変えることができなかったんです。でも我々人間は自らの力ででんぷんを糖に変えることができるんです。それが唾液ですね。唾液に含まれるアミラーゼやジアスターゼという酵素はでんぷんを糖に変えるんですよ。そのため古代の人たちはよく噛んだお米を甕に吐き溜めて、そこに天然の酵母がやってきてアルコールを作った、これが口噛み酒なんです。ちょっと脱線しますが、この口噛み酒、何も日本に限って作られていたわけではないんです。中南米ではトウモロコシを使った口噛み酒が古来作られていましたし、台湾ではお米や香料を原料にして同じく口噛み酒が作られていました。でんぷんからアルコールを作る上で欠かせないでんぷんを糖に変えるステップは、麹などの微生物が知られる前の世界では人間が行っていたんですね。ということで脱線でした。日本酒のルーツともいえるお酒、それが口噛み酒でしたね。口噛み酒は唾液を使ってでんぷんを糖に変えることで、酵母がアルコールを作る下地を作っていました。この口噛み酒、古代社会では神聖な儀式と深く結びついていました。よく噛んだお米を甕に吐き溜めて酒を作る役割は幼い少女である巫女さんに限られていて、特に新嘗祭では選ばれた少女がおみきを醸していました。ちなみにその少女たちを束ねる年笠の女性を杜氏と言ったそうです。酒造りを束ねる責任者のことを現在では杜氏と言いますが、この杜氏から派生した言葉で、それが現在でも使われているんですね。そう考えると、日本酒って今とは作り方はだいぶ違ったにせよ、奈良時代の初期にはすでにそのルーツがあったんですね。ずいぶん長い歴史があったんですね。ではお米を噛むのではなく麹を使って発酵させるようになったのはいつ頃からなんでしょうか？奈良時代初期の715年頃に成立した播磨国不土記には、神に捧げた蒸し米にカビが生えたという記述があります。正確に麹菌が日本酒作りに利用されていたわけではないのですが、こうした出来事が麹菌を日本酒作りに利用するきっかけだったとも言われているんです。そして927年に成立した寒中儀式などを定めた縁起式には、日本酒作りにおいて米のもやしというものが登場します。米のもやしとはお米が発芽したものですね。お米が発芽したものとはどんなものでしょうか？簡単に言うと、お米の発芽によってお米の中の酵素であるアミラーゼが分泌されて、
このアミラーゼによってお米に蓄えられたでんぷんが糖に変えられた状態、これがお米の発芽したものですね。お米に含まれているでんぷんは現在の日本酒では麹菌が糖に変えています。古来の口上酒では巫女さんたちが唾液によって糖に変えていました。でも927年の文書に記載された日本酒作りでは、お米の発芽したものを使うことででんぷんから糖に変えるプロセスを賄っていたんですね。ちなみに穀物の発芽したものをお酒作りに使うのはビールが代表的ですね。ビールは麦の発芽したもの、つまり麦芽を原料に使うのですが、麦もお米と一緒で保管状態にある粒にはでんぷんが含まれていて糖は含まれていないんです。そのため麦を発芽させることでアミラーゼという酵素を発現させて、このアミラーゼによってでんぷんを糖に変えているんです。そうして作り出された糖を酵母の力によってアルコールに変えてホップで香り付けしたもの、これがビールなんです。このビールと同じともいえる日本酒作り行われていたんですね。4世紀から5世紀に百済などからやってきた渡来人が持ち込んだこの日本酒作りはお米の発芽したものを用いて作っていました。味としては現在の甘酒のような飲み物だったそうです。しかしその後、お米を発芽させた米のもやしを使った日本酒作りを続けていくうちに、酒蔵の中で麹菌が侵入して定着してしまったそうなんです。麹菌はお米の発芽のために温めておいたお米の蔵に侵入して、そこに住み着いてしまったんですね。これによってそれまで行ってきた日本酒作りができなくなってしまい、その代わりに麹菌を用いた日本酒作りが始まったんです。一言に日本酒といっても様々な形を経てきたものなんですね。まず口上酒といってお米に含まれているでんぷんを唾液を用いて糖に変えていました。その後大陸からもたらされたのはお米を発芽させることででんぷんを糖に変えるものでした。そして最後に登場したのが麹菌でした。麹菌がそれまでの日本酒作りにおいて重要だったお米を発芽させる工程、この工程に侵入して定着することで従来の日本酒作りができなくなってしまいました。その代わり麹菌がお米に含まれているでんぷんを糖に変えることで新しい日本酒作りが始まった。これが現代まで続いているんですね。これまで3つの日本酒作りをご紹介させていただきましたが、お気づきでしょうか？どれもでんぷんを糖に変える工程ばかり変化していますよね。唾液にしても米のもやしにしても麹にしても、いずれもお米に含まれているでんぷんを糖に変えるこの方法が変わっただけでした。それだけでんぷんを糖に変えるプロセス、大変なことだったんですね。そしてこの麹菌を用いた日本酒作りは平安時代には始まっていたそうです。麹菌の塊である麹を販売する種麹屋は室町時代には存在していました。この種麹屋、別名をもやし屋とも言われるんですが、米のもやしに由来するそうなんです。こう考えると米のもやしを使った日本酒作りも形としては残ってないかもしれませんが、脈々と受け継がれているんですね。面白いですよね。ところで種麹を純粋培養する技術が考案されたのは明治半ばになってからのことです。それ以前種麹屋は日本酒作りに使われる木麹菌だけをなんとか高い密度で集めて販売していたのですが、これがすごいことなんです。販売する麹菌に雑菌が混ざっていたら日本酒の品質が落ちてしまうため、麹菌を使う酒蔵からはクレームが来てしまいます。では種麹屋はどのように高い密度の麹菌を集めていたのでしょうか？ここには隠れた技術があって、木灰を使って高い密度で木麹菌を集めていたんです。どういうことでしょうか？詳しく見ていきましょう。お米に限らず生の穀物を蒸したり炊いたりして高い水分のまま放置すると必ず雑菌によるカビが生えてしまいます。その後水分が落ち着くと雑菌の繁殖が落ち着いて麹菌が優勢になってくるんです。先人たちはこのことを知っていました。そして雑菌を抑えることで高い密度の麹菌を手に入れられると気がついたんですね。そして木灰を振りかけることでこれを実現したんです。木灰、つまり木の灰はアルカリ性なんですが、カビを含めて多くの微生物はアルカリ性を嫌うため木灰の中では弱っていきます。一方アルカリ性の環境に強い麹菌は生きることができるんです。この特徴を利用して加熱したお米に木灰を振りかけて雑菌の繁殖を抑えつつ麹菌の繁殖を待って高い密度の麹菌を集めた。これが明治時代まで行われた種麹屋の技術でした。
はい、ということで日本酒作りのルーツいかがだったでしょうか。現在の日本酒作りが形作られるまで様々な過程を経てきたことが分かりましたね。特にでんぷんから糖に変えるプロセスが大変で、いくつもの変遷をたどってきたんでしたね。まず口上酒は唾液を用いてお米のでんぷんを糖に変えていました。続いてお米の発芽したもの、米のもやしを用いていましたね。お米の発芽したものはお米から分泌されるアミラーゼという酵素によって蓄えられたでんぷんが糖に変えられていました。そして最後に登場したのが麹菌でした。麹菌はでんぷんを糖に変える微生物で、平安時代からこの麹菌を用いた日本酒作りが始まっていました。ずいぶん昔から現在にも脈々と受け継がれる日本酒作りが行われていたんですね。ということで日本酒のルーツ見てきました。次にご紹介させていただくのは酒蔵の杉玉です。酒蔵見学に行ったことのある方もいらっしゃるかと思うんですが、酒蔵には杉の葉っぱを丸めた大きな杉玉が飾ってあることがあります。この由来と意味について次のスライドでご説明したいと思います。規模の大小にかかわらず、どの酒蔵にも軒下などに丸い杉の玉がぶら下がっています。この杉玉、日本酒作りの神様として知られる山にある杉の木にあやかって作られるようになったものなんです。奈良県桜井市に大神神社という神社があります。大神神社、日本最古の神社として知られる由緒正しい神社なんです。この大神神社、三輪山という山のふもとにあって、大神神社はこの三輪山をご神体としているんです。そしてこの三輪山こそ古来から日本酒の神様として信仰を集めていたんです。どれくらい古くからというと、日本書紀にも登場するほどです。そんな三輪山にご神木の杉の木があるんですが、この神聖な杉にあやかったもの、それが杉玉の始まりです。当初はこの三輪山のご神木である杉の葉っぱを束ねて門口に飾ったものが始まりで、当時は酒ぼうきとか酒旗と呼ばれていました。江戸中期には太鼓のように束ねて酒林といって軒先にかけて酒屋の看板としていました。現在のように球状にして杉玉になったのは江戸後期になってからです。なお大神神社では醸造安全祈願祭というお祭りが毎年11月14日に執り行われます。この時に神社で飾られている杉玉が取り替えられます。それにあやかってそれぞれの蔵元では祈願祭に参拝した時に杉玉を購入して11月末に古くなった前年の杉玉と取り替えます。また各蔵元では杜氏たちが自ら杉玉を作る蔵元も多いようです。杉玉は冬に日本酒を作る缶作りが主流だった終戦直後までは新酒ができましたというサインでもありました。11月末に吊るして季節が巡ってだんだん枯れていくのはお酒の熟成度を知らせる目安にもなっていたんです。ちなみに日本酒作りの神様である三輪山をご神体とする大神神社ですが、大神神社の拙者には酒造りを行う祖神を祀る幾比神社があります。幾比神社は杜氏の祖神として酒造業者や杜氏から信仰を集めているそうなんですよ。奥が深いですね。ということで本日は日本酒のルーツと酒蔵に欠かせない杉玉について見てきました。どうでしたでしょうか。面白かったですよね。個人的にはお米を発芽させたものである米のもやしから作る日本酒、これにとても興味を持ちました。実は私ビールも大好きで、麦を発芽させてビールができるならお米を発芽させればまた違うお酒ができるんじゃないかなと以前から思っていたんですよ。かつて日本ではそうしたお酒が作られていたこと、そしてその日本酒作りは麹菌による酒蔵の汚染という形で終焉を迎えたという歴史を知って面白いなと思いました。日本酒作り、実際には私がお伝えしているものよりかなり複雑ですので、今回の講義を踏まえてぜひ皆さんも調べてみてください。さらに学ぶことで日本酒をさらに親しみを持って飲むことができるようになると思います。次回は日本酒の歴史文化の2回目で缶作りや杜氏について学んでいきたいと思います。最後になりますが、今回の動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた。